ガレージチャンネルです。さて今回はマジェスティ125クラッチ交換編です。ある日、それは突然のことでした。発進や低速からの再加速で振動が発生。クラッチジャガーです。というわけでクラッチ交換とついでにベルハンマーとグリスを使ってトルクカムのオーバーホールもしたいと思います。ゆっくりしていってね。クラッチジャガーも実は小マジあるあるの一つです。なんとか動画に収めようと再現を試みています。わかりにくいですが発進時ダダダダダッとなっています。そして走行時はこんな感じです。クラッチが滑って振動が発生。乗り心地も最悪です。クラッチシューが摩耗してそろそろ限界かな。クラッチジャガーの原因は他にもあります。オイルシールの劣化によるギアオイルの侵入です。いずれにしても原因を特定し直していきましょう。駆動系ケースカバーを開けます。お約束のぐるりと一周11本。スタータークラッチやウェイトローラー、ベルトやトルクカムのメンテなど意外と開けることが多い場所、もう少し簡単に開けられるといいんだけど、ガスケットは丁寧に剥がして再利用します。フーリーホルダーをクラッチアウターにセットします。ユニバーサルホルダーはセットする穴がないので使えません。周り止めにパイプを刺して、閉めるときにトルクレンチを使わなくても済むように目印をつけておきます。シャフトナットアウターを1本通して、センターロックナットを緩めてクラッチアウターを外します。閉めるときのためにクラッチナットにも印をつけておきます。フーリーホルダーをクラッチにセット。相当硬いのでしっかりと締め付けておきます。周り止めで鉄パイプをセット。空回りした？やはり相当硬いです。周り止めの鉄パイプが地面についていて、車体を持ち上げてしまい力が逃げているので作戦変更。ホルダーの角度を変えます。今度は空転しないよう棒を差し込み固く締めてと。クラッチナットレンチをセットして、足踏みで挑戦です。ダメか。仕方ないので熱膨張を利用します。バーナーで周りを温めて、パーツクリーナーで内側を冷やします。全体重をかけました。今度は回りました。フーリーホルダーを外します。トルク
カムを手で押し縮めベルトを中心に移動させるとクラッチ側だけ取り外せます。トルクカムのグリスが遠心力で飛び散っていました。もう一つの原因であるオイルシール劣化によるギアケースからのオイル侵入は見受けられなかったので、ジャガーはクラッチ交換だけで治りそうです。トルクカムのオーバーホールをしていきましょう。クラッチを押さえつけながらナットを回します。マイナスドライバーを打ち込んでカラーを浮かせていきます。浮いたら回しながら抜き取ります。グリスが酸化してすごい色。ラジオペンチで3個あるガイドピンを取り出します。古いグリスを全部拭き取ります。細かいところに入り込んだグリスもしっかり清掃します。ガイドピンも古いグリスで汚れています。その他のパーツもきれいに洗浄。そしてベルハンマーグリスナンバー0を使ってオーバーホールします。ナンバー0は微動摩耗を起こす場所に、ナンバー2はベアリング用です。亀裂や破損がないか確認します。新しいグリスを塗っていきましょう。50ml で1800円と超高級品です。さらっとしていて甘い香り。内蓋の裏側についたグリスも無駄にできない。変速に重要な部分なので丁寧に塗り込みます。動かしてグリスをなじませます。穴と溝に合わせてガイドピンを取り付けます。ガイドピンの隙間にたっぷり入れます。デケクソでベルハンマーもスプレーしておきました。さらにクレ工業のグリスメイトで追いグリスしておきました。量を補いながら蓋をするようにカラーをはめ込みます。スムーズに開閉するか確認。ベアリングにベルハンマーを注入してそして新品のクラッチです。純正じゃなくても社外品もあります。ちなみに新品クラッチシューの厚みは 2mm でした。クラッチとスプリングを押さえ込みながらナットを回します。ちょっと力とコツが必要です。仮締めです。クラッチシュー表面に油がついているとまたジャガーが起こるので脱脂します。ベアリングには
はモリブデングリスを塗っておきます。シャフトにもモリブデングリスを塗って、トルックカムを縮めベルトを奥まで挟んでセット。クラッチアウターもきれいに出し、締めるときはクラッチシューを傷つけないようにウエスをかまして、印を目安に締め込みます。クラッチアウターをセット。最初につけた印を目安に締めるか60ニュートンメートルで締め付けます。印を目安に締めました。念のためトルク電池60ニュートンメートルで確認。 OK です。エンジンをかけてみましょう。クラッチのつながり問題ないようです。ガスケットを再利用するので、またシリコングリスを塗っておきます。クランクケースカバーを戻します。冷却用エアダクトのフィルターも汚れているので洗浄します。裏面に灯油をつけて表面をウエスに叩きつけるように。きれいになりました。汚れが吸着しやすいように適度に油分を残したまま取り付けます。カバーを戻します。キックペダルを取り付けて完了です。ちなみに取り外した古いクラッチシューの厚みは一部が約1ミリでした。では走ってみましょう。変速も格段にスムーズになりました。もちろんクラッチジャガーも直っています。とても滑らかで新車のようです。すいません、個人の感想でした。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。